皆さんこんにちは。国際交流基金トロント日本文化センターと日本ペンクラブ共催の催し、日本とカナダの作家が語るパンデミックによる社会変容と創作への影響にようこそおいでくださいました。このプロジェクトの進行役を務めさせていただく明治学院大学名誉教授の佐藤綾子でございます。本プロジェクトでは国際交流基金トロント日本文化センター設立30周年記念事業として2021年3月にトロントで行う予定でしたが、COVID-19 パンデミックのためにオンラインでの開催となりました。それによって今回ご参加いただいた6名の日本とカナダの作家の方々のお話が会場の限られた聴衆だけではなく、世界中の文学ファンに届くことを期待しております。現在世界を襲っているコロナ禍は、社会の在り方や人々の意識行動に様々な影響を与えています。そこで今回のプロジェクトでは、日本とカナダを代表する作家の視点から、パンデミックによる社会変容とご自身の創作にどのような影響があったかについてお話をいただきました。またそれぞれの作家から相手国の作家への質問を事前に提出していただきましたので、その質問への回答も含めてお話しいただくことで、非常に有意義な日本とカナダの作家の意見交換の場を設けることができました。これから各作家のお話をご覧いただくわけですが、まずは私から各作家のご紹介をさせていただきます。日本からご参加の浅田次郎さんをご紹介いたします。浅田次郎さんは東京都のご出身。2011年から2017年まで日本ペンクラブ会長。メトロに乗ってで吉川英治文学新人賞。ポッポ屋で直木賞。2000年の壬生義神伝で柴田連三郎賞。2006年の小原飯ませで中央公論文芸賞と司馬遼太郎賞。2007年の中元の虹で吉川英治文学賞。2010年の終わらざる夏で毎日出版文化賞。2017年の帰郷でおさらぎ次郎賞。2019年には菊池寛賞を受賞し、多くの文学賞を受賞されています。2015年には紫綬褒章を受賞。多くの作品が英語、フランス語、中国語、韓国語等に翻訳され、映画化され、舞台化され、ドラマ化されています。書くのは最大の道楽と語り、人情味あふれる語りのうまさは抜群です。現代日本の文学界を代表する作家です。では、浅田次郎さんのお話をお楽しみください。どうもこんにちは、浅田次郎でございます。皆様ご無沙汰しております。今回は地球規模で大変な災悪になりましてね、どちらものお国でもそうだと思いますけれども、ニュースとしてはポツンポツンと外国の情報っていうのは入ってくるんですけれども、あまり詳しくはね、自分の国の自分の周辺のことで精一杯ですから、詳しくはよくわからないんですけれども、カナダも聞くところによりますと、多くの都市でロックダウンのが続いているということですね。大変なことだろうと思います。ご存知の通り、その国際的な視野から見ますと、日本は比較的被害が少ない状態であろうというふうに思います。ところがそれはそれで、日本でもやっぱり、
大変な災害ということでしてね、変わった今までとは全く変わった生活を皆さん余儀なくされております。特に大都市ではそうです。大都市と地方との交流というのもなかなかできませんし、通行もしづらくなっております。ただね、小説家としてもうかれこれ1年以上この形が続いているんですが、小説家としていろいろ考えるところは多くありました。正直のところ申し上げますと、小説家としての仕事ははかどりました。こういうことを言うと多くの方には随分贅沢な仕事だなと思われるかもしれませんけれども、ともかく小説家っていうのは書斎にじっとして読み書きをするというのが本来仕事なんで、外出できなくなった分これは仕事をするほかはなく、またそれ自分が子供の頃から好きでやっていたことでありますから、読み書きというのはすごくはかどりましたし、翻って考えてみれば、これまで随分余分な仕事をしていたのだなということに気がつきました。やはり小説家にはいろいろな仕事が、読み書き以外の仕事がついて回ります。やらなければならない仕事が。日本の場合で言いますと、小説家はまず講演がすごく多くなります。人前で大学や企業や自治体のホールなどへ行って自分の考えを話すということが、私も年間で20回から30回ぐらいありましたが、これが全部なくなりました。そうするとそれだけでも随分これに時間を使っていたんだなというふうに感じましたですね。あとは編集者の皆さんと会って打ち合わせをする、会議をする、会食をする、それからこれは日本固有の習慣かもしれませんけれども、新しい本が出ると本屋さんを回ってサイン会をするなどということがあります。こういういわゆる外仕事は全てなくなりましたんで、これらが全部消えると本来の仕事に戻るわけですね。読むのと書くのと。そうするとこれは仕事がはかどるのも当たり前でして、随分昨年この1年間の間に、原稿を書いた枚数というものは増えましたし、それ以上に読んだ本というのも増えました。あともう一つ、これ日本固有の出版形態っていうのがありまして、日本の作家小説家っていうのは小説をどこに発表するかっていうと、ほとんどの場合連載小説という形で発表されます。それが月刊の小説誌文芸誌であったり、一般の週刊誌であったり新聞であったりします。それにつまり日刊週刊月刊というそういったサイクルを持っているところに続けて連載で小説を書いていって、原稿が全部まとまったところで本として出版されると、こういう形態をほとんどの作家が取っています。これはね、割と珍しい、世界的には珍しいことなのではないか。ないことはないと思いますけれども、ほとんどの作家がその形態で小説を発表しているというのは割と珍しいんじゃないと。外国では違うと思いますね。日本ではむしろ書き下ろしという作家の方が珍しいです。書き下ろして一冊の本にするというね。それは珍しい。それは一番最初のまだデビューして間もない人か、連載の仕事をまだもらえない、若い人か、さもなければ連載を断って私は書き下ろしを書きますって言い切れるベテランではなきゃ
ダメですね。このどっちかでなければダメ。私自身もどっちでもない宙ぶらりんな状態なので、ずっと連載小説をやってました。大概4本、3本か4本は同時に連載をしていて、違う話を同時に書いてるわけですね。そういう形の小説家って多いんですけれども、これがですね、その仕事だけに集中していれば、楽なんだなっていうふうに思いました。締め切りに追われるわけですね。極端な話、新聞だったら毎日締め切り、毎日が締め切り、週刊誌だったら毎週締め切り、大多数の月刊誌でしたら毎月締め切りですから、そのサイクルがもう波のように襲ってくるというのが日本の小説家の生活でありまして、でもこれも余分な仕事何もしなければ割とこなしていけるんだな、で執筆に集中していけるんだなっていうことを、初めて体験した。デビューの頃を思い出しましたね。若い頃はこうやって、なんか時間がある中で小説を書いてたんだなっていうふうにありました。そういうふうに感じましたですね。ただ問題として不自由だなと感じたこともあります。これはね、私は取材主義なので、小説を書くときには必ずその現地に行ってその現地のルポを取り、言葉もその現地の言葉方言を使い、そこの歴史を調べ、そして小説に反映させるという方法を取りますので、この現地取材ができないということが、結構ハンディキャップになりました。ですから書き始める寸前にちょっとテーマを変えて取材に出なくてもいいような形にするということもやりましたし、それからインタビューを取る時、インタビューも本当は現地に行って取って、その人の自分の生の言葉で方言で聞いてそれをインタビュー消化していくっていう方法を取るんですけれども、これもちょっとやりづらくなったので、インタビューは取れませんでしたね。それから編集者の人ともやっぱりコミュニケーション取りづらいので、やはり自分一人で、やっていかなければならないっていう孤独感はありました。でもどうなんでしょうね。それでもこういう生活が1年続きますとね、やっぱり小説家の仕事っていうのは本来こうじゃなきゃダメなんじゃないかっていうふうに近頃では思うようになりましたね。編集者に頼ってはダメなのではないか。やっぱり自分の力でやらなければならない。調べ物にしても何にしても全部自分の力でやらなければいけない。人に頼ってはいけない。それから足りない部分、取材できない部分っていうのは想像力で補わなければならない。それが本来の、自分は小説家のルポライターではないですから、やはりその想像力をもっと活動させなければならないっていうことも気がつきました。これは大きな発見であったと思います。これから先のですからこのコロナとどういう形で僕らこれからあと付き合っていくのか知りませんけれども、これからとこの経験っていうのは生きると思います。ですから正直言ってこの社会的な不幸ではあります。コロナっていうのは社会的な大きな不幸ではあるんですけれども、小説家という職業に限って言うのであれば必ずしもマイナスばかりではないのではないか。むしろこれを自分のチャンスとして生かす方法というのはいくらでもあるのではないか。特に一番言えるのは、もっと想像力を働かさなければねいけないのではないか。それをこの1年の間に学んだというふうに思います。
あとはそうですね、私はしみじみ、小説家という立場を離れてしみじみと感じたことは、私は今69歳になります。でこの69年っていうのは、少なくとも私の住んでいた東京に関して言うならば、大きな災害というのはありませんでした。もちろん戦争もありませんでした。ということは69年ずっと生きてきて、戦争も災害もなかったっていう、こういう恵まれた人間っていうのが世界中にいるだろうか。あるいは人類史の中にどのぐらいいただろうかというふうに考えました。これはもちろん私が生まれる少し前に第二次世界大戦というのを終了しまして、そこで日本というのは大変な災いを被ってたくさんの人が亡くなったわけなんですけれども、それ以降の平和な時代に生まれた私というのはその反省もあって社会の形も変わって、なおかつ災害もさほど東京に関してはね、なかったということを考えると、ものすごく幸せな、しかも日本では高度経済成長期って言われていまして、1964年の東京オリンピックっていうものをピークにして日本は戦後の復興をし、それから後も経済成長していったわけでありますね。ちょうどその時期と私の人生って期をいつにしているものですから、私の生きてきた69年っていうのはおそらく人類史上最高の幸せな場所と時間に生まれたんだなということを今回しみじみ感じました。これはね、コロナ、前から分かってはいたんですけれども、このコロナにあった時にこんな目にあったことが自分はあったろうかと思ったんですね。ないんですよ、やっぱり。戦争もなかったし災害もなかったって言ったら、いやこんな苦労は家から出ちゃいけないとか、人と会っちゃいけないとか、まるで戒厳令のようなね、外出しちゃダメとか出ない方がいいとか、そんなのはもうそういう物騒な経験というのは一回もなかったです。だからそれを私たちがいかに幸せな時代の幸せな場所に生まれたかということを分からせてくれたっていうのは、このコロナという最悪の中の大きな発見であったというふうに思いますね。ですからこの幸福、自分たちの生まれ育ったこの幸福というものを実感できたということはいいことであったというふうに思います。あとはですね、具体的に創作への影響があるかどうかという問題なんですけれども、私は10年前に日本の東京より少し北のところで起こった東日本大震災っていうのを皆様ご存知だと思いますけれども、東日本大震災の時でも私は同じことを考えたんですけれどもね、すごく自分で何かしなければと思います。何か自分が小説家としてできることはないだろうか、自分の立場でできることはないだろうかと思うんですけれども、所詮小説家にできることは小説を書くことだけだというふうに思いました。だから自分はできるだけ、世の中の動きというものに同調せずにね、今までと同じ小説を書いていこう、同じ原稿を書いていこう、もし幸せな小説を書いているんだったらそのまま幸せな小説を書こうというふうに思いました。悲劇を書いているんだったらそれに災害に影響されずにその悲劇をずっと続けて書いていこうというふうに思いました。やはり僕はそれは災害の時に、東日本大震災の時に小説家の取るべき態度だと
思ったので、今回も同じです。だからコロナでこういう時代になったから自分の書くものを変えないというのが、僕の考えです。今までと同じ気持ちで、同じ信念を持って書いていこうと。僕は大体自分で小説を書くときに決めていることがありまして、3つあります。1つは分かりやすく書くこと、2つ目は美しく書くこと、3つ目は面白く書くこと。この3つっていうのは簡単なことのように見えて、割と難しくてね、何かに影響されるとどこが崩れてしまうんですね。だから社会に影響されないようにして、この3つの分かりやすく美しく面白くというこの3つを自分の三大原則として変わらない小説を書いていきたいと。それが自分のできる全てであり、また読者の期待に応える全てであるというふうに思っております。そういう意味では創作への影響がないとは言えないけれども、影響されてはいけないというのが僕の考え方です。あとはですね、いろいろ考えることってあったんですけれども、やはり僕も若くはありませんから、この感染率とか死亡率ということを考えると、家に引きこもっているしかないわけですね。これは日本でもどの国でも同じだと思うんですけども、若い人っていうのは割と街で買い物に出て行ったり、規則の範囲内でですね活動はしているみたいなんですけれども、やっぱりお年寄りは出ていかないですね。それはもう当然のことですね。やはり感染率も死亡率も重症化率というのも年寄りが高いっていうのをもう分かりきってる。これは万国共通で分かりきってることですから。そうするとね、自分もじーっと家の中にいるんですね。じゃあ家の中で書斎でずっと原稿書いてるかって、ずっと本読んでるかって、やっぱりそうもいかない。多少のコミュニケーションは取りたい。ところが年齢的にこの69歳というのはね、子供らはもう自立していますからね。私の場合は家にですね、家内と私しかいないわけですね。この家内と私っていうのはね、かれこれ47、8年一緒にいるわけですよ。47、8年一緒にいる人と、さらに1年間24時間ずっといるっていうのはね、これは相当、いや、悪いこととは言いません。でも、相当難しい。いや、話題はないですわね。47、8年間喋り続けてきた人と24時間一緒にいて新しく喋ることはないですよ。でこれでね、今まで僕が喋ってきたことは小説家としての立場ですけれども、これは一個の人間としてね、かなり難しいことでした。っていうよりも今も進行形、今現在も進行してるんですけれども、これでね、ともかく考えているのは決して争わない、いさかわない、イライラするのは当たり前なんですけれども怒らない、それしかないですね。もうこれはそれしかないと思いますので、全部全うできているかどうかは分からないけれども、自分自身では頑張ってるつもりです。おそらく家内の方も同じでしょう。同じようにして頑張ってると思いますがね。これはね、意外と話題にはなってないですけどね、ニュースにもなってない、話題にもなってないですけれども、世界的な意外と隠れた
現実じゃないでしょうか。だから僕はそろそろこのコロナの問題というのも世界中で同じことをニュースとして取り上げて議論し合っていても同じことの繰り返しなので、ちょっと角度を変えてみてね、コロナ禍における夫婦関係とか家族関係とか、そういう議論というものをしたら面白いんじゃないかと思うんですがね。一つの大きな直面している問題であるというふうには思います。まあでもいろいろ発見したこともありますよ。47、8年一緒にいて、こういうこと考えてるのかとかね、これが正体かとかね、こういうところもあるんだというふうなことをいろいろ思いついたこともありますのでね。あとはね、私はさっき申し上げましたように、取材する時でも講演する時でも地方との往復っていうのはすごく多いので、飛行機や新幹線にはずっと乗りっぱなしの、この数十年なんですけれども、移動がこの1年1回もなかったんですね。飛行機に1回も乗らなかった。これは当たり前ですけれども、そういう人多いと思いますが、1回も飛行機に乗らなかったし、1回も新幹線には乗らなかった。これはこの30年、少なくとも30年間はなかったはずですね。これによって相当閉塞感はありました。だからこれで考えたことは、自分にとって、旅というのはどのくらい貴重なものであったのかな。それは例えば仕事であれレジャーであれ、自分にとってその旅によって解放されてきたものっていうのは相当大きかったんだなというのをすごく感じました。ですからもう今何がやりたいかって聞かれたら旅行がしたいって答えますね。これおそらくほとんど多くの人が同じことを答えるんじゃないでしょうか。旅がしたい。だからこのコロナにおけるこの閉塞感ですね、じっとしていなければならないっていう苦痛の中ではやはり皆さんそう答えるのではないかというふうに思います。でも日本ではこういうことがありました。去年ね、そのコロナが少し、収束ではないんですけれども、勢いが衰えた時に、第一次感染の後でですね、衰えた時に、飲食店だとか旅館ホテルや交通業界、旅行業界っていうのは立ち行かないので、政府がお金を出すから、旅行しなさいっていう、あるいは食べに行きなさいっていうね、そういう変な運動があったんですよ。変な決まりができたんですよ。これ GoTo キャンペーンっていうんですけれども、私はそれはね違うと思いました。これはこういうことを見失ってはいけないと思うんですけれども、経済の効果であるとかいうことは分かります。経済効果、それはよく分かります。そうしなければ困る人がたくさんいるというのも分かりますけれども、それでもやはりね、私は自分の信念として自分の遊ぶお金を他人に出してもらうのは嫌だった。これは当たり前のことじゃないですか。やはり自分が一生懸命働いてそのご褒美として旅行に行くもんであり、またお金っていうのは労働の対価として受け取るものなんであるんですから、それは事実上自分が遊びに行って、旅行をしてお金がもらえるっていうのは、これは論理的なおかしな話だっていうんで、私は一切それには参加しなかったし、そんなことはありえないって言い続けていたんですがね、こういうね、いろいろな問題を投げかけましたね、コロナが。これでどうだっていう。でもね、その中にはね、やっぱり誤った判定もいっぱいあると思います。で、そういうことについて気づかせてくれた、考えなければならないっていうのも
コロナ禍の出来事であったと思いますね。大層なことを随分お話ししましたけれども、一番感じたのは、自分には書くことと読むこと以外にはないんだ。で、それを自分の生活から奪ったら何も残らないんだろうっていうことを痛切に感じさせてくれたのがコロナでした。ですからこれから先、私は気を引き締めてね、どういう時代になろうがどうなろうが、きちんと自分の書くべき小説を書いていこうと。できるだけ余分なことはするのをやめようというふうに思っております。ありがとうございました。この疫病の経験というのはですね、日本でもやはり歴史小説をね、書いていく上においては避けて通れない問題なんですよ。ちょっと外国の欧米の場合とはその形が違うかもしれませんけれども、私の知る限り日本でペストが大流行したという記録は多分ないと思いますね。それはほとんど私は聞いてません。多かったのはコレラ、天然痘、インフルエンザ、これは歴史的に繰り返しています。で、特にですね、19世紀末には、こうした疫病が蔓延しました。日本ではまだ侍の時代ですね。ですから私は侍の時代をいわゆる江戸時代って言われるね、19世紀後半のを舞台にした小説っていうのをよく書くんですけれども、侍小説ですね、これを書くんですけれども、この時は避けて通れないんですね。これはどうしてかというと、必ず毎年のようにどこかでチフスやコレラや天然痘が蔓延しているし、それと同時に日本の場合は主な産業というのは経済の基盤っていうのが米でしたから、ライスをね、お米を作ってそれを食べて、なおかつ経済の基盤にしていたので、そういう江戸時代っていうのはそういう社会でありましたから、実はこの疫病が流行すると必ず凶作になるんですよ。それは人手がかかります。人手がなくなればこれは米が取れなくなります。お米っていうのの一つの特徴っていうのは、とても手がかかる。畑にこうまけば生えてくるってもんじゃなくて、水田耕作をして、いろいろな苦労をしながら育てるものなので、ですから疫病と凶作っていうのは飢饉ですね。疫病と飢饉っていうのはワンセットだったんです。だからこれが毎年のように、記録によると毎年っていうより1年おきっていうのが多いんですけどね。1年おきっていうのがこの大体19世紀後半に起こっていた現実でありまして、徳川幕府という武家政権があったんですけれども、よく皆さんご存知だと思いますが、この武家政権が崩壊した最大の理由というのはこの飢饉でしょうね。飢饉と疫病、これによって経済基盤が崩壊してしまったというのが侍の時代が終わった最大の原因であったというふうに私は考えております。ですから私も侍の話を書くときにはこれは避けて通れないんですよ。だから何回もその飢饉の様子っていうのは
書いてきました。自分でも調べてもきました。やはり日本にはほとんど西洋医学が入っていなかった、19世紀の後半までね入っていなかったわけですから、この蔓延の状態っていうのはやっぱりひどい悲惨なものでありまして、特にですね、これはキャサリン・ゴビエさんからの質問の、日本の国土が小さいっていうのはどのような影響があるかっていうご質問と関係あるんですけれども、日本の国土とても小さいんですね。で、小さいだけではなく、ヨーロッパ諸国と比べた場合にね、日本は山が多いんですよ。で、おそらく例えばフランスと日本を比べた場合にはそんなに国土の面積としては違いはない。おそらく日本の 1.5 倍ぐらいがフランスだと思うんですけれども、そんなに違いはないんだけれども、ただし日本の場合は5分の4が人の住めない山、山林です。で、その残りの5分の1のわずかな平野とか盆地に人が集中して住んでるんですね。これが特殊な点で、おそらく世界にあんまりこの形はないんじゃないでしょうか。そうするとね、これは人口の絶対数も多いですから、人口密度が極めて高いということになって、これは病気に対してはどうなんでしょうか。もう最初から密の状態ですよ。しかし、もう一方の利点としてはですね、密になって感染しやすいのも確かなんだけれども、もう一つは人が集中して住んでるから医療が行き届くっていう利点もあるんです。で、これは今回のコロナでものすごくよく現れたと思いますね。日本は病院の数も病床の数も非常に多いんですけれども、それがしかもそれプラス人が密集して住んで分散していませんから、人口が密集して住んでますから、だから医療が施しやすい、ということがあります。それからそれが今回の日本はいくらかマシだっていうようなふうにお考え、外国の方はお考えだと思いますけれども、確かに外国と比べた場合には日本のコロナはちょっとマシだと思いますが、それはこの国土の形というもので医療を施しやすいというね、救急車もすぐ駆けつけられる、すぐ医療を施しやすいっていうこの利点によるものだというふうに思います。だから外国ではこうだから日本でもこうだろうっていうのはちょっと危険な考えなんですね。密度から言うとこれは欧米の諸国よりもはるかに人口密度は高いわけでありますから、この感染力っていうのはやはり外国の参考にならないから、よっぽど気をつけなければならないというのは確かですね。ただしもう一つね言えるのは、私たちにはもともとマスクをかける習慣がありました。これは子供の頃から、私も子供の頃から冬になったらマスクはかけるもんだと思ってました。おそらく日本に旅したことのある方は、冬日本に来てみんながマスクをかけてる人が多いのを奇異に感じた方がいらっしゃるんじゃないかと思います。それとは逆に、私は外国に行く時でも実はこの、冬はマスクを持って行って飛行機の中乾燥してるんでマスクかけてるんですね。でそのまま出ていくと、あなた病人と間違えられるからマスク外した方がいいよって言われたことがありました。でもやはり相当日本の感染率が低いということに関しては、感染者数が少ないっていうことに関しては、全員が最初からマスクをかけてたってことが相当大きいと思います。だからこれは皆さんすごく効果のあるものですから、かけ続けた方がいいというふうに思いますね。国土が小さくて長い歴史がある日本、
その長い歴史の中で学んだんでしょうね。人との距離が近いからどういう生活をするかっていうのはやっぱりみんな学んできて、だからそういう意味では一番このパンデミックに対して、さほど辛い努力をせずにマスクをかけたり外出しなかったり、なんか人とあまり会わないようになったりっていうのは日本人は一番それでも抵抗はなかったんじゃないかな、随分マシだったんじゃないかなというふうに、思いました。あとはね、そっか、グビエさんからの大惨事によって引き出される日本人の長所短所か。これはあまり同じ人間なんだから長所短所とないとは別に国民性によってそれほど違いがあるとは思わないんですけれども、一つ言えるのは日本人の全体主義っていうのがありまして、日本人ってあまり特別なことをするっていうのは、人と違うことをするっていうのはあまり得意じゃないんですよ。みんなと同じことをするっていう方が好きなんですね。これは国民性といえば国民性でしょう。だから私もそうなんですけれども、みんながこうやっているっていうことに自分一人が別のことをするっていうのはなんか悪いことだと思う。だから本当はそれはユニークでオリジナリティにあふれていて、それは人間的な行為なんだと思いますけれども、それでも自分としてはやっぱりみんなと同じことをやっている方が、それが正しいというふうに思っちゃうんですね。これは日本人の国民性だと思います。だからみんながマスクをかけてるから自分もかけようと。みんなが外出しないから自分も外出するのをやめようと考えるのが日本人的な考え方でありまして、これはどうなんでしょうね。長所なのか短所なのか。対コロナっていうことに対しては長所だと思いますけれども、他のことで考えれば必ずしも長所とは言えない。これはおそらく外国人の方は皆さん日本人を見た時に思うんじゃないですか。日本人って同じ服装してますよね。同じような喋り方しますよね。同じお化粧しますよね。あれはやっぱり一つの同じ形の中に収まっている方が日本人っていうのは落ち着くんですね。だからそういう国民性なんだ。これがコロナに対しては割といい方に作用してるんじゃないかというふうに思いました。あとヴィンセント・ラムさんのコロナ禍においてご自宅でよく食卓に並ぶ料理。面白い。世界中みんながお料理するようになったでしょうね。これはね、いや飲食店の方には申し訳ないですけれども、この料理を作ることに回帰したっていうのは僕は素晴らしいことだと思います。私自身のことを申し上げますと、もともと料理が大好きです。親とはあんまり一緒に住んでなかったっていう子供の若い自分から、独立していたってこともあるんですけれども、もともと手先が器用でね、なんかこう作ることが好きなんですね。
ですからこのコロナ以前にも料理っていうのはしばしば自分で作っておりましたが、このコロナになってから何しろ時間が余るものですから、ほとんど自分で作るようになりまして、これは家内も作るの好きなんですけど、横取りしちゃうわけですね。家内がやる分っていうのを自分も作ってしまうから、今3食作ってるんじゃないですかね。ずっと3食作っていて、そうすると家内はもうその生活に慣れてしまって、今日も朝家を出てくるときに「今晩何?」って聞かれましたから、今晩何？いやちゃんと作りますよ、今晩も。期待しててください。でもいいんじゃないですか、これ。そうじゃなくて、このコロナによって料理に目覚めたお父さんすごく多いと思いますよ。あるいは女性の方でも今まであまり得意じゃなかったんだけれども、これを機会に目覚めたっていう方も多いと思います。その証拠にね、私はもうどこに出かけなくても本屋さんだけは必ずしょっちゅう行ってるんですけれども、本屋さんに料理本が多いこと、旅の本は少なくなりましたけど料理の本が多いですね。で、私もついつい買ってきてしまうんですけれども、これは私はいいことだと思いますね。料理を作る。あと最近感じたんですが、コロナ太りというのがあります。この1年間で飛躍的に体重が増えました。これはなぜか、家から出ないから当たり前だと思うんですけれども、散歩ぐらいはしてますよ、それは。だからそれが原因ではないんですね。運動不足が原因ではないんですよ。では何かって言ったらですね、食べることぐらいしか楽しみがなくなったんですね。テレビをずっと見てると飽きてしまいますね。しかもテレビは供給する側もやっぱりこのキャパシティの問題があるので、だんだんつまらなくなってくるんですね。で、これ1年続きますとね、ユニークな番組がなくなるんで、テレビも飽きてくる。本も一日中読んでるわけにはいかないでしょ。そうするとですね、食べることばっかりに興味がいってしまう。例えば今朝も朝ごはんを食べながら昼何にしようかっていう話をするんですね。皆さんそうじゃないですか。しかしね、こういう生活になると怖いのはですね、買い物にあんまり行く気になれないでしょ。おそらくね、食料品を買い出しに行くって言った時に、まとめて買うんじゃないでしょうかね。世界中皆さんそうだと思います。しかしこうとどういう現象が起きるかっていうとですね、冷蔵庫がいっぱいになっちゃうから保存の効きそうなものを買うんですね。保存の効くものって何なんでしょうか。タンパク質は保存が効きません。野菜も保存が効きません。ところが炭水化物だけは保存が効くんですよ。ここでね、私は考えました。人類の歴史について考えてしまいました。やっぱり人類は米とか小麦とかパンとかパスタとか、これでやっぱり命をつないできたんですよ。特に適してパンデミックに適しているものはやっぱり炭水化物なんですよ。だからでもやっぱり美味しいですよね。僕はね、しみじみお米の美味しさとかパンの美味しさにね、しみじみ気がつきました。やっぱり肉や魚は食べなくてもお米やパンは食べなければやっぱり気が済まないんだなっていうことをすごく感じました。また一方では、だから我々が長い歴史の中ではいかに恵まれた食生活を今日ね過ごすようになっていたかっていうのも振り返って考えることがありました。だからそうするとさっきのお話をした飢饉と疫病の関係ですね、それとも重なるわけなんですけれども、
日本にはお米がありがたいってお米に感謝するっていう習慣が誰にでもあります、心の中には。それは私たち日本人が2000年も昔からお米ばっかり作ってお米ばっかり食べ続けてきた結果ですね。だからお米粒っていうのは私も子供の頃から一粒でも落としたらお米粒は捨ててはいけないんです。お米粒は食べるんです。汚れても食べなければいけない。で、ご飯おかずは残しても他の副植物は残してもお米を食べ残してはいけないっていうのは日本人の道徳であり厳しいしつけ、今日でも続いている厳しい道徳であります。でもね、栄養学の点から言うと今日ではお米が悪者のように言われているんですけどね、私はそうは思いません。これは自分の持論なんですけれども、2000年も大切にしてきた食生活に対してね、これが毒のような言い方をするというのはこれは間違いでありますね。栄養学だけが全てではありませんから。だから私はこれからもお米を食べ続けますし、その結果、このように自分史上最高体重になってしまいましたが、これはこれで仕方がないことだろうというふうに思っております。まあいろいろとつまらない話をしてしまいましたけれども、浅田次郎元気でやっております。おかげさまで、このコロナのせいかどうかは分かりませんけれども、決して日本全体では、書籍の本の売り上げというものは落ちておりません。むしろ本屋さんに行きますと今までよりも賑わっているような気がいたします。ですからこれはね、私たちが、読書という重要な行為を回復する大きなチャンスだとも思いますし、ひいては知識や教養を獲得する大きなチャンスであるというふうに私は考えています。それを供給する私たちがそれらを供給する立場にいるわけですから、コロナにめげず頑張りましょう。ありがとうございました。